今夏やばくないですか日本。あとはもう昼はもうスーパーとかに逃げます。スーパーはとにかく涼しいんで、スーパーに逃げる、コンビニに逃げる、逃げて外でちょっと過ごす。でそして逃げるんだ。今日はすっげえ俺外交的で話が上手で面白くて、もう誰とでもかかってこいよっていう日がある時と、その次の日になったらガーンって落ち込んで、もう人と会いたくない今日っていう日がめっちゃ僕あるんですけど、どうですか？人生って人との競争じゃないよって。昨日の自分に今日の自分が勝てばいいだけだよって。Kevin Bean Sleepy Japanese Kevin Bean Sleepy Japanese Kevin Bean Sleepy Bean Bean Sleepy Bean 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 こんばんは。ケビン・ビン・スリーピー・ジャパニーズ始まります。日本生まれ日本育ちノルウェーハーフのケビン・ビンが、みんなが寝るまで日本語を話します。はい、皆さん元気でしょうか？ちょっと久しぶりですね。はい。何をしていたかというと、引っ越しですね。引っ越しでバタバタしてました。オスロの今西のちょっと高級の住宅街マヨーシュトゥーエンというところに住んでいるんですけど、来月からちょっと外れた、ちょっと外れたところに住む予定です。湖があってすごく綺麗な場所なんですけど、そのための準備と、あとはもう生活習慣がもうズタズタになってました。正直言うと、日本語の先生は自営業なので、朝起きる時間がもう遅いんですよ。そう。特にノルウェー人の方は仕事の後とか夕方に授業をしたい人が多いので、そう崩れちゃってさ、マジですごく崩れちゃってだからもう携帯で睡眠のアプリをダウンロードしました。睡眠っていう名前なんだけど、これはもうアナログで寝た時間と起きた時間、入眠時間と起床時間と言いますがを全部記録書くんですね。で目標を立ててね、来週までに1時に寝るとか12時に寝るとか立てて、そうするとグラフでわかるんですね。もうどんどんこのグラフがどんどん速くなってるかな遅くなってるかなっていうのがわかるので、可視化できます。目に見えるようにできるからいいなと思いました。そうで、あともう一つがフォーカスというアプリで、日本語では集中というアプリなんですけど、これめっちゃいいのが、時間をまず設定するんですね。15分30分60分とか自分で選んで、でカテゴリーを選択します。自分でこれも作ることができます。僕の場合は読書、睡眠、あと家事とか、そうでそれも選択するとタイマーが始まります。15分。さあもう15分は読書だけをします。で15分終わるとピョ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 って鳥のねさえずりが可愛く聞こえてきて、お疲れ様でした、なんかコメントがねあります。可愛い、何かすごいねいいコメントがあるんですよ。頑張ったねみたいな。あとなんかそのタイマーより長い時間頑張ったら君はもうサンタクロース100代目に就任だみたいな、よくわからないコメントがあるんだけど、そういうねモチベーションが上がるコメントがあって、でそれが毎週、これも1日今日は何時間家事をしました、何時間睡眠しました、睡眠じゃないか読書しましたとかが分かります。はい。でそれぞれのカテゴリーで、1000時間チャレンジがあって、1000時間を全部、読書も1000時間家事も1000時間やるまでのチャレンジで、そのゲームみたいな感じですごく楽しいので、皆さんもおすすめです。なんかダラダラしちゃうんだよねっていう人ね、日本語勉強しなきゃいけないけど
いや今日はいいでしょって思っちゃうとかね。そうタイマーをつけるってすごいいいです。そしたらなんかやるしかないって思うんで、めちゃめちゃおすすめです。はい、そうねですね。そうだから今日もね、ごめん、1時間話していきますね。はい、僕の身の回りの話とか文化の話、何でも自由に話していきたいと思います。はい。で、まあ一個話したいのが、最近一番嬉しかったことについて話したいと思います。はい。すごいね雑な質問なんですが、皆さんにとって幸せは何ですか？何ですか？何があなたを幸せにしますか？はい。僕は一番は人間関係だね。うん。友達とまあ、なんだろう、気が触れ合ったっていうのかな、すごく仲がいい、心が通った友達がいること、が一番大事で、もう一つは自分がもう頑張りたい、全力で頑張りたいことがあって、それにチャレンジしてる自分がいることが好きですね。それが幸せの定義ですね。定義、幸せとは何かっていうのはそうですね。で、そのもう一つ目の友達、家族なんですけど、家族はもう本当に僕は恵まれてるんですよ。もうお父ちゃんもおかっちゃんもね、お父さんもお母さんも、お姉ちゃんもね、もう本当に仲がいいし感謝してるんですよ。友達も恵まれてるんですけど、オスロ、僕が今住んでるオスロに心が通った、深い話ができる友達がいないんですね。いたらごめんいたらごめん。でもいないじゃん。いない。君もそうじゃないよね。明日ちょっとカフェ行こうぜっつって行ける君ですか？それはちょっと難しいと思うんですよ、僕は今はね。でそれがちょっと辛いことではあって、寂しいなと思うことではあって、いつも筋トレとかね、日本語の勉強、先生の勉強ねしたりとかして気を紛らわせてる気を紛らわせるね、大事なことから自分をね避けてるんですが、ノルウェーの第二の都市、前に住んでいたベルゲンに旅行した時に、一番初めてノルウェーに住んだ時に、ノルウェー語のなんかラングエージカフェで知り合ったスペイン人と一緒にカフェに行ったんですね。でなんか本当になんか人生の深い話、俺の人生これからどうしようとか、なんかこんな悩みがあってとか、お互いの彼氏彼女の話とか、なんかいろんな深い話ができて、友達っていいなって思ったんですね。寂しいやつ寂しい、そう思ったんだよね。でノルウェー人の、もともとノルウェーで行っていた学校の友達にも会って、彼ともすごい夜遅くまでなんかお茶を飲みながらね話して、なんかこれから頑張っていこうぜお互いみたいな。その人はコーチングとか、これから農場で働くんだけど、農場のなんかアレンジメント、ヨガ教室とかマインドフルネスとかね、そういろんなアレンジメントをしながら、企画力かな、そういうアレンジする力を勉強する。彼と頑張ろうぜお互いって話したりとか、友達いいなってオスロに帰ってきて、やっぱり友達がいないと思ったんですね。でも最近嬉しかったことね、今嬉しかったこと話してますよ。はい。最近職場で、フードコートで働いてるんですが、職場でドイツ人の方と中国系ノルウェー人の方とちょっとね、その Facebook グループができたんですよ。ちょっと仲いい。なんか仕事もすごいお互いできるし、なんかあうんの呼吸って言いますけど、何も言わなくても、そこで、みたいな感じで仕事ができる、同僚ができたんですね。でもドイツ人の人も結構その仕事の時は仕事っていう
日本人と結構似てて、仕事は仕事、もう仕事だけするっていう人が多くて、ですごい僕がその人が好きなのが、ありがとうとごめんのタイミングが日本人と同じなんですよ。なんかほんとちょっとしたことでも、ちょっとその子がなんだろうな、食事を用意してる時にお皿用意してあげるとか、お皿洗いしとくとかね、するだけでもうすぐありがとうケビンって言ってくれたりとか、全然大したことないのにちょっと体が当たったりとか、なんかやってくれたことに対してごめんね、ありがとうねっていうのが、ノルウェー人がしないわけじゃないんだけど、そう、すごい日本人と価値観が似てるイメージがあって、でも話さなかったです、あまりね。で、この前日曜日に仕事終わりにその子がルームメイトと、近くのバーで飲む約束が、同じフードコートで飲む約束があって、で僕もそのサッカーの試合見たかったので、それまで30分あるから30分ちょっと一緒に行ってもいいって言って、いいよって言ってバーに行ったんですね。で一緒に座ったら、その子がもう一瞬でビール頼むよつってビール頼んで、僕の分おごってくれたんですね。ではーいって言って、で座るともうすごい心地よいんですよ、やっぱり。なんか考え方も似てるから。そうで、なんか意外と結構深い話しちゃって、なんか俺日本に帰ろうと今思っててみたいな、でもノルウェーで引っ越しをすることにして、ノルウェーでとりあえずは生活することにしたんですよみたいな、したんだよって言って、でいろいろ話してて、でもノルウェー好きなんだけど、なんか本当に心の通った深い友達がいないから辛いんだよって話をしたんですよ。そしたらその子が私たち友達じゃない?って言ってきて、その時にも心がもうポカーってなって、いいのみたいな。そのノルウェーってその職場で仲いい人いっぱいいたんですよ。いっぱいいたんだけど、仕事終わったらもうすぐ帰って全くそこの関係性はないのが、西洋の考え方だと思うんですよ。職場とプライベートはしっかり分けると。ですごくそれは良い考え方だと思うんだけど、寂しさはあったんだよね。そう寂しさはあって、この子もどうせ友達とは思ってくれてないだろうなと、友達じゃないと思ってると思ったんだよ。それでそのタイミングで言われたから、なんかすっごい心が温かくなって、でよくよく聞いたら、いやだってケビンさ、一緒に今メッセンジャーのグループあって、その中国系ノルウェー人のこと3人で店長の愚痴とかぐちぐち言えるじゃんって、そんなの友達じゃないとできないよって言われて、そうだよな、それはそうだよって言ったけど、心の中はもうありがとうっていう寂しいやつそうありがとうって言ってました。だから友達ができましたいるんだよ強がってますが皆さんよっともってわかりますか？よっ元気っていう友達、街で会ったら挨拶する友達はいっぱいいるんですよ。そうでもなんかちょっとでも悩みを言ったりとかすると、何ケビン引くんだけどって思われちゃうような人がいっぱいいるっていう。なんか学校でみんなどうだった？薄く広くっていうね、薄く広く友達を作るタイプか、一人か二人しっかり深い友達作るタイプか。僕は絶対薄く広いタイプで、なんかいろんなグループに顔が利くんですよ。ね、いろんなグループと話せるんですよ。今日はこっちのグループ行こう、今日はこっちのグループみたいな。でも家に帰るときに一緒に帰る人はいないんですよそこまで深くはならないっていう。八方美人とも言うね、日本語で。いろんなところに美しくいいよいいよって言っちゃうタイプ。マジゴールデンレトリバータイプなんですよ。この前のエピソードでも話したけど、
はい。犬のね、もうみんなに優しくしちゃうタイプ。そう。だからね、作りにくかったんだよね。そう。でもなんかその友達になるさ、条件、コンディションって皆さんの人生のステージとか状況で変わりますよね。例えばお母さんになった人はママ友、お母さん同士子供の話をしたりとか、あとはなんかオンラインのゲームで一緒にゲームしてる人の友達、ゲーム友達とか、いるんだけど、僕の場合は今はやっぱり外国人、ノルウェー人じゃない人で、同じようにフリーランスとかチャレンジを何かしてる人、まだまだ頑張ってる、まだこれからの人とすごく今は仲良くなりやすいですね。やっぱり同じ状況、同じシチュエーションをシェアできるのはそういう人。ノルウェー人も友達がいるし、さっき言ったチャレンジしてる子とかは仲がいいんだけど、外国人ね、友達になりやすい。面白いですよね。日本にいた時とは全く違います。日本にいた時はどっちかというと海外に行きたいですとか、英語を勉強したいっていう人とよく仲良くなってましたね。あとなんかギャグとかも違うね。日本に、僕は結構その言葉を使ったギャグが好きなんですよ。今思いつかないけど、日本語だと結構複雑なね、難しい言葉のギャグができるけど、英語とかノルウェー語だとそれができない。だからなんかそこのギャグで友達になるっていうよりかは、人生の状況とか、趣味もそうだね。音楽友達とかがストレートに友達になれることが多いですね。はい。そうね。はい。です。次何の話しようか。次はね、友達で言う、今優しいって話したから、グレンセセッティングってノルウェー語で言うんですけど、境界線を張る。ボーダー、セットボーダー。境界線を張るっていうのが、最近僕の人生ですごく大事な一個のポイントになってて、これ日本ですごいなんか得意な人は少ない気がしてて、人との関係性の中で、私これはやりたい、これはいい、でもこれは嫌だ、あなたこれはやめてっていうのを、白か黒でしっかり言える、人がすごい多いイメージなんですよ、僕の生活の中の。彼女とか彼女の弟とか職場の人では。で、僕はさっき言ったように八方美人でゴールデンレトリバーだから苦手なんだよ。みんなに優しくしちゃうから。そう。で、最近あったのが、ルームメイトなんですよ。今、2人のルームメイトと生活してるんですが、1人の女子大生の女の子が、超いい子、めっちゃいい子なんだけど、おてんばさんで。いい子なんですけど、掃除を時間に決めた時にしなかったりとか、あとはその彼氏を週に6日連れ込んだりとか、ちょっとルールが守れてないよねっていうことがあったんです。あったのよ。で、それを一個一個厳しく僕は言わなくて、優しくすごい言っちゃうのよね。全然やってくれたらいいんだけど、これやってくれると助かるなみたいな言ったりとか、ほとんど言わなかったりとか。なぜかっていうと、めんどくさいっていうのが大きい。めんどくさい。それでトラブルが起こるのが嫌だとか。そうなんですよ。で、先月に僕の友達、その人も一緒に住んでたんですけど、その人はちょっとリーダーみたいな。その人結構はっきり言うタイプで。で、その家のなんか、火災報知器ってわかりますかね。火事が起きないようにするためのこのピンピンピンアラームが鳴る。ファイアディテクターかな、スモークディテクターかな、はい。それをなんか直したりとか、
する人で、その人がいなくなった時に、僕のその女子大生の女の子が、私がリーダーだと。私がこれからこのアパートを管理する。マネージするって多分思ったんだよね。思ったから、すごく突然厳しくなったんですよ。突然、ケビン今日掃除したちゃんと。ゴミさ、これ、可燃ゴミと不燃ゴミ分けて、みたいな。コンバスティブル、インコンバスティブルとか。すっごい厳しくなって。うん。で、普通はイラつくじゃん。いや、君じゃない？ちゃんとやらなかったの、今まで。って言えたんだけど、いいよいいよ、ごめんね。いや、ちゃんとやるよ。ってすごい優しく言ってしまった。なぜかというと、めちゃめちゃいいじゃん。その子がリーダーだと思ってくれたら、僕は何もしなくていい。言わなくてもやってくれるから。うん。いいじゃんって思ったんだけど、しっかりその前からだけどね、言うとこはちゃんと言わないと、最後の最後でこういうふうにちょっと舐められてるというふうに思ってるんです、今。結構舐められてる感じがするんですよ、最近。ケビンがこうしっかりしてよ、みたいな。全然これは愚痴になっちゃうけど、全然大したことじゃないんだよ。全然ちっちゃいことだけど、言ってきて。っていう、今までの関係性があるから、舐められるっていう。これで舐められるっていうのが、マジで、なんか、昔から怖いってのがあって、そう。一人、すごい親友がいたんですよ。仲がいい友達が。はい。で、彼が大学終わってから、すごく、いろんな人と絡むようになって、友達になるようになって、簡単に言うとちょっとチャラくなったんですよ。チャラいってわかりますか？いろんな人と簡単にデートしたりとか、友達になったりとか、もう、何でも来いよ、みたいな。そう。で、そこから僕のことを多分舐め始めたんですよ。ノルウェーに行ってからもほとんど電話しないのに、今日しようぜっつって8時って電話すると、ごめん、今ちょっと運転してるから今日無理、またにするわ、みたいな。で、コミュニケーションもなかなかうまくいかなかったから最後の最後何回か言ったんですよ。親しき中にも礼儀ありだろって。わかりますか？これすごく僕は大事にしてる言葉なんですけど、友達とか家族とか親しい近い仲だけど、しっかりルールを守って礼儀守って接しなきゃ俺は嫌だよっていう、言ったんだけど、もう遅かったみたいで治らなくて、でそれはもうしょうがないなって。ノルウェーにいるし日本にいるし会わないし、もう話してもしょうがないと思って、今ちょっともうほとんど話さなくなったんですね。それがあるのと、あと僕の彼女はもう真反対なんですよ。猫なんですよ。もう私やりたくないことはやらない、ね、しっかり言えるタイプなんですよ。だから部下にでも上司にでも、これはやりませんから私、ね、嫌ですからって言えるタイプ、なんですよ。で、その子によく言われるのが、自分を守れるのは自分だけよって言われるんですね。それを聞いてもビクってなってで、彼女の弟の彼女、その子もめちゃめちゃゴールデンレトリバーで、もう可愛らしくて、みんなにいい顔できるタイプで、本当に大好きな子なんですけど、僕も。で、その子もその子のお姉ちゃんに、お姉ちゃんの家にお邪魔させてもらってる時、行ってる時に結構きつく厳しいんだって。そのお姉ちゃんはなんでソファー座ってんのみたいな。子供いるじゃん、世話して、すごいこの言い方で言ってきたりとか、何夜遅くまで話してんの、子供いるんだから寝なとか、すごい厳しく言われてしまう。そうで、その女の子もすごい
心を痛めてるんだけど、そのグレン・ステッティング、私はこれは耐えられないからってなんか耐えちゃうんだよね。僕も頑張って耐えちゃって、大丈夫でしょと、まあまあこれで何もトラブルがないから大丈夫って思うと、最後の最後にそのツケが来るっていうのが最近すごい勉強になってますね。マジで勉強になってる。最後の最後にツケが来るってね、めんどくさいって思っちゃうんだよね。でもね、そうなんか最後の最後に爆発しちゃうタイプなんだよね。まあそれでもしたことほとんどないんだけどでも前回住んでいた、アパートで、ルームメイトがいたんですね。でその一人のルームメイトがすごい文化が全然違って、僕の食器を盗んだりとかで、突然なんかポストイットで愚痴をバーって書いて僕のドアに貼ってきたりとか、関係は悪かったんだけど、ほとんどコミュニケーションがなかったんですよ。その人は夜に仕事をしていたので。で、ひょんなことから、もう理由はちょっと忘れたんだけど、最後の最後に僕は爆発して、初めてですよ。人生で初めて、外国人の人と口喧嘩しましたよ。もう、ふざけんなっつって。そんなに嫌なことあんなら、口で最初から言っとけばよかっただろって、俺が言ったんですよ。でその子も、あんたはこれしてこうしてこうじゃないみたいに言われて。もう女性だったんだけど、全然その関係は普通になんかルームメイトなんだよ。ルームメイトで。っていうのがあったりとかしたんで、でもすごい嬉しかったんだけどね。俺ってそんなに感情を出せるんだとか言えるんだって思ったんだけど、まだまだ勉強だね。まだまだ難しい、僕にとっては難しいことなので、勉強してます。はいですね。メンタルの話で言うと、メンタルのキャパシティの話をしたいです。皆さんどうですか？今日はすっげえ俺外交的で社交性があって話が上手で面白くて、もう誰とでもかかってこいよ、話せるよっていう日がある時と、その次の日になったらガーンって落ち込んで、全くもう人と会いたくない、今日俺のルームメイトも話したくないっていう日がめっちゃ僕はあるんですけど、どうですか？なんかこれ僕はなんか病気じゃないけど治さなければいけないと、治した方がいいと思っていたんですよ。なんかそのあんまりにも上下が大きいから。で、僕のさっきのね、昔の親友も彼女が大学生の時にいて、別れた理由が旅行の時に朝彼女が超テンション低くて、なんか機嫌が悪くて、なんかこんなにテンションの上下が激しい人とは付き合えないと。で別れたみたいなんですよ。で今となってはひどいけど、僕はそれを聞いてやっぱり良くないんだなってね、違う人になっちゃうからさ、良くないなって思ってたんですよ。である YouTube の動画を見たんですよ。でそれを見た時に、その人も全く同じ悩みがあったんですよ。それもまた嬉しかったけど、でその人が、精神科医、カウンセラーだよねみたいな、お医者さん、心のお医者さんに話してて、聞いた時にそのお医者さんが当たり前だよって言ってて、脳は一回エネルギーをバーンって出すとガーンって落ち込むのは当たり前だと。脳もゲームと同じで HP があって、 HP がなくなったら落ちちゃうんだよって言ってて、でその人も同じだけど、俺はなんかすごい頑張れちゃうのよ。最初の
今日はいけるって日に頑張って HP をどんどんもう全部使っちゃうから、次の日にバーンって落ちちゃうって言ってて、で本当はこれを僕はねトレーニングできると思ってるんだけど、できないみたいなんですよ。なんか脳の中にはグリア細胞っていうブレインセルスだね、ブレインセルス、グリア細胞があって、その数は一人一人同じらしいです。だからその人が60、70、僕が50だとしたら、僕の50はずっと変わらない。そう。だからその50をどうやってうまく使うか、どうやってセーブするかが大事らしくて、例えばパーティー行っても、じゃあ7時に行きました。9時まで頑張って楽しんだ。で、みんなこれからクラブに行きます。でも、まあ俺はもう頑張って話した。もう満足。だから家に帰るとか。で、仕事も、まあすっごいいろんなミーティング、会議があったらその後はセーブして、早めに家に帰るとか、まあ帰れなくても同僚に仕事をお願いするとか、そう。辛い時は休んでもいいと言ってて、そう。なんかすっごいね、心に来たの。で、もう一つが、来たのが、まあ、僕の親友の直樹くんとか、このね、上のキャパシティがすごい大きい人もいるんですよ。明るくて誰とでも話せて毎日のようにね。僕のお父さんもそうで、まあ、いつでも人と話せるっていう。で、そういう人と、もしレースをした、仕事のビジネスとかで、したら負けちゃいますよねっていうふうにその人が話してた時に、その心のお医者さん、精神科医の人は、いや人生って人との競争じゃないよって。昨日の自分に今日の自分が勝てばいいだけだよって言ってて、まあ、当たり前だけどすげえ心がなんかあったかくなって、あ、そうだよなって思いましたね。さっき言ったようにメリハリをつける。ね、どこでセーブするかどこで使うかってつけてやると。でも本当に疲れたら休むと。うん。一人焼肉、一人寿司、一人カフェ、いいじゃん、しようぜっていうね、お話です。はい。僕も今週マジで人と会ってなくて、まあ、彼女以外会ってないんで、マジでなんか社交性バロメーター低いんですよね。そう。でもそのバロメーターを上げる方法は何個かは僕の中であって、まあ、一つは筋トレをすること。で、もう一つはポッドキャストす。これもそう、ポッドキャストすること。で、あとは日本語のクラス。やっぱコミュニケーションして、いろんな楽しいコミュニケーションして役に立つ仕事だから楽しい。うん。何個かあるんですよ。で、こうすると HP が上がるんですよね。うん。上がるけど、ない日はどう頑張っても上がらない。うん。だからどうにもならない日もあるということは、うん、自分でも理解した方がいいし、うん、諦めるのも大事っていうことですね。だからそれがすごくね、今週一番なんか心が軽くなった、うん、気がしたね、話でしたね。うん。皆さんどうですか？メンタルのキャパシティ HP 俺ねえな、上下すげえわって人、はい、ぜひ教えてください。うん、はいですね。で、もう一つ見た動画があるんですよ。ちょっとテーマ変わりますけど、僕が大好きな歌手の宇多田ヒカルという歌手と、ホモ・サピエンス全史という本を書いた人とがお話ししてる、対談してる動画があったんですよ。で、まあ、今後 AI が音楽とどういうふうに関わるか、ね、どういう関係があるかって話をしてて、すごく面白かったです。うん。まあ、怖いのもあるね。で、話してたのは、うん、今は人間が AI が作った音楽で人を泣かせたりとか興奮させるのは本当に難しいです。うん。でもこれから AI は
データがたくさんあるじゃん。だからどういう歌とかどういう音楽が人を感動させるかってのを分析してね、勉強して、で例えばあえてちょっと声をハスキーにするとか、あえてちょっとここの声が 100% ね、正解じゃない音程とかねにしたりとかして、本当に人がこれいいなって思う音楽を作れるっていう話をしてて、そう今後どうなるかっていう話をしてたんですよ。でも一つ面白いなと思ったのは、その宇多田ヒカルさんが話してたのは、人間はいつも相手のストーリーを知りたいという話をしてたんですね。それがすごくドキッときたんですよ。例えばチェスは今もう AI の方が強いらしいですね。だけどチェスの選手、スター選手とかはもう大人気だし、スポーツとしても大人気です。でその理由は、みんなその各選手のストーリーが知りたい。今世界一番の選手はノルウェー人なんですよ。マグヌス・カールセンっていうね、マグヌスさんで、彼も結構その性格が結構ドライなんですけど、負けるともう机バーン叩いたりとか、気性が荒いけど優しいところもあったりね、子供に優しかったりとか、 YouTube にもたくさんね YouTuber とも一緒にコラボしてたりとか、そういうその人となりって言いますね。人のこの人どういう感じ、人となりを知ることでファンになりますよね。でそれで僕がピーンってきたのが僕結構前にノルウェーでチーズワールドカップがあったんですよ。もう世界中ですよ。世界中からもうミシュラン三つ星とかのもう世界のトップのシェフが来て、チーズの店の人とかチーズメーカーが来て世界一番を決めるっていう、大会があって、そこで日本のトップチーム、もう日本のトップのチーズのもうリーダーですよが来たんですね。で僕はそれの翻訳ね翻訳をしたんですよ。もうすごいですよ。一人はもう80歳のトナカイのコートを着たもうチーズ界のレジェンドですよ。チーズ協会会長です。もうリーダー来て、であと4人ぐらいはチーズメーカーのもう今新進気鋭って難しい言葉だけど、もう今これから新しく出てくるスターの人たちがもうほんとアルマゲドンみたいなね、You wanna close my eyes デレレデって来て、よろしくねって言われて大げさ言われたんですけど、その中の一人、僕が一番仲良くなった女性の人が僕に言ってくれたんですよ。ケビン、これから音楽で頑張るか日本語の先生で頑張るかわからないけど、これから大事なのはストーリーよって言われて、これ7年前ぐらいですよ。7年前ストーリーよって言われて、であなたのその音楽のボイストレーニングとか日本語の先生のクオリティももちろん大事だけど、あなたがどういう人間かっていうのを皆さんに分かってもらうのが大事よって言われて、そうだから今ねポッドキャストやってるってのもあるんですよ。これで僕がどういう人間か分かるじゃん。めちゃめちゃ赤裸々にって言いますけど、裸で話してますよね。はい、ゴールデンレトリバーだよってずっと話してますよね。話してます。そうでその人のチーズもすごく面白くて、日本ってもともとチーズ大国、チーズの国じゃないですよね。でもその人は竹炭、日本のバンブー、竹炭を使ったなんか富士山の形をしたチーズを日本の古い民家で作ってるんですね。すごく面白いよね。そう
日本でしかできないチーズを世界にっていうことで、その年は日本は正直その大会にエントリーできなかったけど、その後僕が通訳をした。さっき翻訳って言ったけど、ごめん、通訳だね。これは日本語の先生としてよくない。翻訳は書いてる文章とかを、外国語に変える。通訳は声ですね。そう。すごいストーリーが大事なんだろうなっていうのを気づきましたよね。そう。これからの特に時代ね。AI の方が歌は上手だし、チェスも上手だし、どんどん芸術もね、もしかしたら AI が変わってしまうかもしれないけど、AI にそのストーリーはまだないから、そう。それはできない。でも人間にはそれがある。どんな困難があって、どんな難しいことがあったりとかあって、紆余曲折って言いますけど、右にも左にもいろんなことがあって、紆余曲折があってから、この人生っていうのが皆さん知りたい。これすごくね、面白いなと思いましたね。ストーリー。これは人間にしかないこと。最近さ、あれじゃん。AI で彼女彼氏できる人もいるでしょ？作る人もいるでしょ？で、なんか怖いのが、最近の AI 彼氏って意地悪なんだって。AI ってイエスマンのイメージあるじゃん。今日嫌だったよ、辛かったよ。そうですよね。毎日上司もいるし辛いことがありますね。でも頑張っていきましょうっていうイメージだけど、今の AI 彼氏とかは、はい、うるせえよ。黙ってろよ。後で抱きしめるから。みたいな。後で抱きしめてやるから。みたいな。なんか、ツンデレのあれができるみたいで、自分で今キモって思ったけどキモって言って話しててキモって思ったけど、ツンデレができるっていう。そうだからそのデータでイエスマンだけじゃダメだって分かってるから、あえてそう意地悪な風にするっていうのをインプットしてあるらしいですね。そう怖えな。僕もね、よく彼女にバカにされるわけじゃない、いじられますねAI 彼女どうしたの？チャット GPT 彼女でしょみたいな。彼女と今日は話してきたみたいな。彼女結構その会議的なんですよ。わかりますか？なんかこれちょっと私にはわからないっていう、疑いがあるんですよ。で、僕は結構どんどん使っていきたいタイプなんですよ。例えば一番よく使うのは翻訳。ニュアンスとかでも翻訳をしてくれるから、こういうニュアンスだったらこれだよ、こういうニュアンスだったらこれだよとか。あとはカメラとかなんか電子機器を買うときにどっちのサービスがいいですか、どっちの方が僕の今のニーズに合っていますかっていうのをいつもチャット GPT に聞いて決めたりしてますね。そうだから使いようによるけど、確かに、そこになんか感情移入って言いますけど、心を入れちゃったりとか、1からね、例えば50終わったことを100にするんじゃなくて、もう0から100、もう歌作ってくださいと。はい、OK。じゃあこれ歌いますとか。それやると自分の頭のクリエイティビティとかがなくなっていってしまうし、リアルな人生の人間を大切にできなくなってしまうから、それは絶対にしたくないなと思いますね。皆さんどうですか？この時代にさ、学生の人大変だなと思うよ。だってなんか自分がそのチャット GPT 使ってなくてもさ、周りが使ってたりするわけじゃん。なんかそこと評価がされるっての怖いよね。その人と比べて評価をされてしまうのはちょっと怖いなと思いますね。そう。僕のルームメイトのさっきのね、女子大生の子はなんかすごい、私もよく使うけど絶対その論文を書いてくださいとか言わないと。なんか論文書いて、なんかこの方向性合ってるのとか、
これちょっと誤字脱字って言いますけど、間違えた文字があったら直してとか、そういうのはあるけど、そう、ゼロからはないって言ってましたね。うん。そうそうそう。ね、使い方によるよね。まあ、すごい武器だよね、マジで。すごい武器だけど、すごい危ないっていう。まあ、携帯と同じだよね。スマホもそうだよね。僕みたいにもうずっと見ちゃったらね、寝不足になって体調崩すんで、気をつけろ。気をつけな。はい。ですね。で、もう一つ、なんかリクエストがあって、夏ですね。日本人は夏をどう乗り越えますかっていうのを聞かれたんですよ。今夏やばくないですか、日本。もう35度とか36度ですよ。うん。が普通ですよね。うん。僕も、ノルウェーもさ、今30度ぐらいなんですよ。ずっと今2週間ぐらい。マジでびっくりしてるんですけど。うん。聞こえる今。中庭で子供たちがもうね、あーってずっと言ってますね。もう天気が良すぎてさ、もう子供も大人もみんな、裸足で短パンで海行って、ビーチ行って楽しんでますよ。うん。最高なんだけど、そう。日本の夏はマジでしんどいじゃない。そう。どう過ごしてるかって言われたんだけど、多分みんなあれだよね。外いないよね。外入れないと思う。36度とかで。うん。まずね。まずそれ第一にそうだと思うんだけど。うん。昔の日本人は、打ち水って言って、水をね、お庭にかけたりとか、玄関の前にかけるとかで、涼しくしたりとか、あとは、風鈴ってわかりますか？めっちゃ好きなんだけど、風鈴って、天井とかにかけて、その、球体ですよね。穴が開いたガラスの球体に、その中にそのグラスが入ってて、そのグラスが風で揺れると、球体、ね、このボールのグラスにこうやって当たって、説明大丈夫そうチリンチリンって音が出るんですね。うん。その音が、風流だねとか、涼しいねとか、そう、日本人は感じるんですけど、そういえばこの前オスロでサウナに行ったんですよ。滝のある、もう川のすぐ横にあるすんごいいい雰囲気のサウナに行ったんですけど、そこでたまたまその木のところに風鈴が吊らしてあって、吊らされててかな、ノルウェー人の友達の前で、これ日本の風鈴なんだよ、これ涼しいから、これ音がいいからさ、鳴らしてみるよっつって、チリンチリンって鳴らしたら、ノルウェー人の人ポカーンってしてましたね。なんだケビン、なんだこれはっていう感じで、次行こうって言われましたね。うん。これ日本人しかわからない。うん。ですね。はい。で、今は日本人はどうやって過ごすのって言うんだけど、とにかく、今もう本当に夏の体を冷やすグッズがたくさんあるよね。うん。ドン・キホーテで見たのは、なんかマイナス7度っていうシャツ。着るだけでマイナス7度に感じるシャツとか、首にかけるやつとかね。同じように。確かなんか、僕の彼女がお土産で買ってましたけど、かけるだけで28度より低いところにいると、もうすぐ冷えて。うん。で、水をかけるだけでも凍って冷たくなるとかね。うん。とか、あとなんかそのバッグの壁じゃない、背中に当たるところがアイスになってる。氷になってて冷たくなるとか、そう。冷却シートとかね。あるよね。そう。あとはもう食べ物は夏の風物詩っていうけど、夏といえば何ですかっていう夏の食べ物はたくさんあるよね。スイカとかさ、スイカ割りするじゃん。スイカ割り。目を隠してね。
ビーチでスイカ割れるかってやつね。スイカ割りとか、かき氷とか、アイスとかね。シャーベットアイスとか、麦茶とか、麦茶好きだわ。麦茶っていいよね。なんか、サッカーした後の麦茶。とか。とにかく飲み物と食べ物を飲むことが日本人多いよね。そう。あとはもう冷房。とにかく家は冷房だよね。ノルウェーはさ、もう俺一日中みんな窓全開ですよ。みんな窓開けて、一日中ベランダにいたりとかね、もうとにかく太陽カモンって感じだから、もうプライバシーも何もなくみんな窓開けてるんだけど、日本はそうはいかないよね。絶対それは無理なんで、そう過ごすね。でも昨日マジ暑くて大変だったね。俺絶対服を着て寝るってのがモットーなんですよ。モットー。ノルウェー人マジで裸で寝たいタイプ。冬でも裸で寝るんですよ。雪国なのに。でも俺はもう絶対にユニクロのジーンズを履いてシャツを着て寝るぞっていう強い心があったけど、昨日はさすがに裸で寝ました。もう暑くてムンムンして、蒸し暑くてさ、大変でしたね。はい。そう。だから日本人はなるべく外にはいないです。いない。で、夜に何かしたりとか、散歩とか、外に行くとか、するのはあるかな。あとはもう昼はもうスーパーとかに逃げます。スーパーはとにかく涼しいんで、スーパーに逃げる。コンビニに逃げる。ね。逃げて外でちょっと過ごす。で、そして逃げるまた。っていうのが過ごし方。なんか、そんなもんって思っちゃうかもしれないけどね。まあ、暑すぎるよ、マジで。もはや忘れてますけどね。もはやその感覚がないです。日本の夏がどういう感じかっていうのが覚えてないね。今はもはや。そう。今日そういえばもう一つ話したかったのが、愛情表現。僕の彼女と僕ですごい違うのが、僕は言葉で愛情を表現したいタイプ。でも彼女は行動で表現したいタイプなんですよ。で、この前、たまたまなんか僕のいい感じのなんかベランダでポーズしてる写真を送ってきたときに、僕がなんでこの写真を送ってきたのって聞いたんですよ。で、なんでこれ質問したかというと、ケビンめっちゃこれかっこよく撮れてるから送ったよって言ってほしかったのよ。キモだけど。言ってほしくて送ったんだよ。で、彼女は、いや、だって、あんたの写真だから送っただけって言われて。で、俺また、なんでって言ったんですよ。で、そしたら、これ電話だったね。電話で。そしたら彼女が、もう写真消すからって言われて、ちょっとムスってしたんですよ。で、俺は、なんでって言ったら、いやだって声のトーンがなんか嫌そうだったからって言われたんですよ。で、俺はそんな、嫌そうそんな、全くそんな気持ちなかったって思ったんだけど、彼女にはそう思ったらしくて、そう感じたらしくて、彼女はその自分の、俺の声のトーンとか、やってることで結構判断することが多い。僕は、いや、そんなことないよって言ったんだから、違うじゃんって言葉で分かってっていうタイプなんですよ。これ皆さんどうありますか？自分たちのパートナーとかと友達とかとの違い。で、だから僕はすごいなんか彼女に褒め言葉を言うんですよ。君は美しいとかね、頭がいいとかね。でもなんかあんま刺さらないんですよね。あんま刺さらない。そう。でもなんか花をあげるとか、なんかねしてあげるとか手伝ってあげるとかするとすごい喜んでくれるんですよね。そう。
で、これがすごい面白いなと思ってて、なんか、辛いことがあったりした時も、僕はすぐに言いたいんですよ。これが辛かったから、マジで大変なんだよって。で、共感してほしいっていうのもあるんですけど、彼女は何も言ってくれないんですよ。なんか。で、俺にも何も言わなくていいから、そばにいてって。ただ、そばにいてって言ってくるんですよね。で、僕に最初は本当に分からなくて、なんでこんな近い関係なのに何も言ってくれないのひどいよって思ってたんだけど、彼女にとってはそれをすぐにバーって言うのは俺にも失礼だし、自分の中で全部整理整頓って言うんだけど、全部これはこうこれはこうって分かったら言うよっていう。でも俺がなんか大丈夫だよとか気にしないでっていうよりも、ただ一緒にいてくれることの方が大事だよっていう風に言ってて、でそこがすごい違うなっていうのが思います。なんかそれは最近すごい理解するようになってね、俺も言葉じゃなくて行動で示すとかしてるし、で彼女もなんか手紙を書いたりとかしてくれるんですよ。手紙を書いたりするときに言葉でケビンはこうだからって言ってくれると俺は嬉しい。そうそうそう。だからこれ多分自分の人生、生きてきた人生もあると思ってて、僕の彼女はあんま言葉を信用しない、人の言葉を信用しちゃいけないっていう人生を送ってきた。で僕は、人の言葉が大事、その言葉で嬉しいから頑張るとかね、そこで人生を過ごしたから違うんだなっていうのを思います。これちゃんと理解しないと難しいっていうの、前回のエピソードでも話したけど、すごく思いました。でもなんていうの、勝手になんか最初に判断するのはやめてっては言いましたね。僕の声のトーン、僕もともと声のトーン低いからなんか態度悪いって思われるんですよね彼女に。だからそこはちゃんと聞いて、ちゃんとそこはコミュニケーションしようとは言うんだけど、お互いのことも尊重しつつ頑張っていこうぜっていう風に話してるんですけど、だから最近はそれがストレスになることは少なくなりましたね。そうです。そうね。最後にIKEA の話しようかIKEA の話か日本の選挙の話、どっちにしようかな日本の選挙はちょっと重すぎるから IKEA にしよう。そう、IKEA 楽しいよねっていうやっぱノルウェーも家具買うって言ったら IKEA なんですよ。で IKEA ってあれショールームみたいな感じで、もう部屋のさレイアウトとかソファーとか全部ある状態でそれをたくさん見ることができるじゃないですか。あれ楽しいよね。なんか彼女となんかこの前、このソファーめっちゃ柔らかくていいねとか、この棚すごいいいサイズだねとか話しながら言ってて、すごい楽しかったです。あれ楽しいね、IKEAね。でベッド買ったんですよ。ベッド買って、で食べ物も食べて、あれも買いすぎちゃうね。もうノルウェーではありえない値段だったんで、ありえない値段。そう嬉しくて嬉しくてね、嬉しくて嬉しくて言葉にできない、ララララララ言葉にできない。はい、すいません。もう本当にごめん。ちょっと歌いたくなっちゃった。歌いたくなりました。はい。食べ過ぎちゃってお腹痛めたんですけど、IKEA楽しいね。で、昨日そのベッドを組み立てたんですけど、絶対なんか書き忘れるよね、IKEAって。スムーズにできてたんだけど、最後になんかその木の部品を、木の細いのを穴に入れるのがあったんだけど、手で入れるよって書いてあるんだけど、絶対入らないのよ。で、穴の位置もずれてるのよ。なぜかっていうと、最初の方でその違う部品をつけるときに
しっかりもう穴の位置に、もう完全に一致した感じでつけなきゃいけませんよって書いてないんですよ。とりあえずつけてくださいって書いてあるから穴の位置も違って、だからもうハンマーをね、近所の人に借りて、もう無理やり穴に入るように、もう無理やりこうやって打ちつけてやりましたけど、あれどうにかならねえかな、IKEA。いや、めちゃめちゃ便利なんだけど、便利だし簡単なんだけど、一個なんか絶対ね、書き忘れてるよね。うん。そう。IKEA あるあるだね。皆さんは日本で住んでるときはどこで家具を買ってますか？最近で言うとニトリとかね、他にもホームセンターもあるし、いろんな日本は選択肢があるけど、そう。ノルウェーはだいたい IKEA か fin.no ってメルカリだよね、日本の。中古。人が使ったものをもらうっていうのが多いですね。うん、中古を使うのは本当にノルウェー人のいいところだし、おしゃれなんだよね、ノルウェー人って。それでもしっかりインテリア、もうおしゃれにできるのよ。そう。そこはね、見習いたいと思うんだけど。うん、ベッドだけはダメだね、中古は。うん。この前カップルのベッドをね、もらったんですね。まあ前のアパートでもらって使ったんですけど、真ん中がへこんでる。めっちゃへこんでんのよ。理由はちょっと言わないんですけど。はい。なんで、ベッドは新しい方がいいっていうことなんですけど。はい。そんなとこかな。IKEA、いいよね。めちゃめちゃ。はい。どうですか？これからもね、1時間で毎週ね、先週はできなかったんだけど、毎週こういう風に話していきたいと思うので、もし1時間いいねっていう人はコメントで残してくれると、もう嬉しい。飛び上がって嬉しい。で、ぜひ YouTube、Spotify もね、like お願いします。評価お願いします。はい。で、日本語のクラス始めてます。今オンラインでメインでプライベートレッスンと、あとは会話をするクラス、を進めているので、ぜひチェックしてください。めちゃめちゃ空いてるんで、そう。ぜひ、絶対、ケビンのクラス受けてよかったって思うと思うんで、はい。ぜひ、おすすめなんで、受けてください。じゃあ今日はこんなとこで終わりだよ。ありがとうな。最後だけタメ口っていうね。はい。それでは、今日はありがとうね。おやすみ。